4時ホビルームメイトの皆さん、ご無沙汰しております。4時ーズホビールームの4時です。長期制作のガンプラを作っていると、今日は工作というより塗装したいなんて日もありますよね。なので今回は息抜きでサクッと作っていく動画、工具もなるべく誰の家にもあるような道具で作っていくので、夏休みにガンプラを作りたいという初心者の方も要チェックです。今回組んでいくのはヨジーも大好きな機体、ニューガンダム。ガンダムシリーズの中でも屈指の人気機体であり、ハイグレードやマスターグレードだと身長も高くてボリュームもあるので、夏休みに組むには少しハードルが高いと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。なので今回は144分の1のハイグレードと同じサイズでありながら、組みやすさと自由な稼働を両立させたエントリーグレードを組み立てていこうと思います。そして今回はプレゼント企画もありますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。仮組。それでは本日もいつものやつを着想。早速組み立てからいきましょうか。まずはランナーといってパーツがくっついている枠から説明書通りのパーツを取り外します。エントリーグレードとは初めてガンプラを作るという方へ特化したエントリーモデルといった感じ。1000円程度の低価格でありながら、スナップフィットといって接着剤不要で組み立てられて、しかもタッチゲートというニッパーも不要な構造になっていたり、バンダイの技術がふんだんに詰め込まれたキットです。ちなみに今回は簡単に塗装もするので、パーツを分解しやすいようにダボ穴という部分にニッパーで少し切れ込みを入れて噛み合わせを緩くしています。ニッパーがない場合は悪撃というのは冗談でやりづらいかもしれませんが、爪切りなどでダボ穴じゃなくてピン側をカットするなどでトライしてみてください。緩くなりすぎるなら最後に瞬間接着剤で接着する感じ。多分ですがボンドでもいけると思います。緩くした後はこんな感じで悪撃といった感じで多少加工もしますが、最初の組み立ては説明書通りにパチパチと組み立てるだけ。バラバラだったパーツを組み立てていって徐々に形になっていく様はグレード関係なしにワクワクします。いくつプラモデルを組み立てても何歳になってもこの楽しさに変わるものはないですね。自然と笑みもこぼれます。というわけでエントリーグレードニューガンダムの仮組みが終了。それではここからは塗装前の基本工程を行います。表面処理。工作といってもそんなにすることもないのでご安心を。まずはヤスリがけ。ホームセンターなどで1枚100円ちょっとで買える紙ヤスリを2種類用意します。工作内容などによりもう少し高い番手を使うこともありますが、今回は400番と600番があれば十分だと思います。塗料の食いつきなども考慮して全体をヤスリがけしますが、特にしっかり削りたいところを紹介します。まずは引け。引けというのは平坦なはずの表面にできるへこみのようなもの。引けが出ている裏面を見てみるとダボがあるところなんかが引けが出やすかったりします。少しやすってみるとこんな感じで、光沢があるところが引けてへこんでいるところなのでヤスリが行き届いていないですよね。こういうところを光沢がなくなるまで削り込みます。次はゲート跡。これはランナーからパーツを取った時についた跡ですね。この凹凸は程度や場所によってかなり悪目立ちすることもあるので、さっきと同じ要領で削ります。ある程度目立たなくなれば OK です。次にパーティングライン。モビルスーツというマシーンのリアリティを最大限に表現するためにここも削ってしまいます。ここまでのヤスリがけはどれも400番で粗削りをして600番で仕上げるといった感じです。意外と簡単でしょう。それでは塗装に移ります。その前に簡単にディテールアップをしておきました。これはもう手癖みたいなもので、その工程は割愛します。とはいえもう一手間加えたいという方もいらっしゃると思うので、今からでもできる簡単な改造の工程を紹介します。まずは C 面出し。簡単に言えばエッジになっているところにもう一面を作るのが C 面出し。
カッターナイフを立てて何回か角をなぞるように削ります。面が増えると重厚感も増してさらにかっこよくなりますよ。次にフロントアーマー。真ん中をニッパーやハサミでバツンと切り離します。144分の1シリーズはここがつながっていることが多いので、真ん中から切って左右独立して動くようにします。切ったところはカッターなどで整えておくとスムーズに稼働するようになります。最後にアンテナ。このグレードのガンプラはアンテナに安全フラッグがついているので、これを削ってアンテナを尖らせます。カッターでざっくり切り離してヤスリで削る。安全フラッグを切っただけでもこれだけシャープに見えます。よじほびはもう少し削り込んでさらにシャープ化してみました。ここまでの工作はあくまで一手間って感じなので、飛ばしてしまっても大丈夫です。それとカッターを使用する際はくれぐれも怪我には気をつけて作業しましょうね。それでは塗装に移ります。よしほび。全塗装。エアブラシでの塗装は設備を整えるのに何かと費用もかかる。もっと手軽に塗装したい。そんなルームメイトへご紹介したいのがアートックスの水性アクリルマーカーセット。120色がセットになっていて、これだけの色があればオリジナルのカラーにも塗装できちゃいますね。無毒でお子様でも安心して使用できるようなので、この夏休みに親子でのガンプラ製作にはもってこいのマーカーです。隠蔽力が高くて食いつきも良くて発色がいいという特徴があるとのことで、見せてもらいましょうか。アートックスのアクリルマーカーの性能とやらを。青色の種類が多いので、ネイビー部分は福岡の乳ガンダム立像のような明るめのブルーで塗装していきましょう。先端が筆のようにしなやかになっていて、すごく塗りやすいんですよね。こういったマーカーって振ったり押し込んでインクを出す必要があったりするんですが、特に不要なのですぐに使えるのは嬉しいですよね。暗めの下地の上に塗ってもこの隠蔽力、これはすごい。オレンジと緑もネイビーの上に塗っても一発でこんなに発色してくれます。はみ出てしまっても大丈夫。しっかり乾燥させた上から重ね塗りしてしまえばすぐリタッチできるのも優秀です。しかも筆先に色移りしないので手軽に塗れちゃいます。とはいえ下地の色にもよりますが、一発で完璧に色が塗れるわけではないので、ベタ塗りをするなら完璧に乾かしてから 2,3 回ぐらいは重ね塗りするのがおすすめです。1回目を塗ってから別のパーツを塗っている間に乾くくらいに乾燥も早いので、作業効率も良いのもいいと思ったところです。今回の動画はそんなアートックスさんのご提供、ありがたいことに Amazon なら9日間限定で 10% オフクーポンも発行してもらいましたので、今なら割引で購入できるチャンスです。概要欄へ詳細を記載していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。それでは塗装の続き。シールド裏などあまり目立たせたくないところは黒で塗って、はみ出たところはマジックリンで落とします。綿棒にマジックリンを吸わせてゆっくり軽くこすっていきます。そうするとこんな感じ。しっかり黒と白の境界線ができてメリハリが生まれましたね。ここから白系の色を塗装していきます。120色の中にはいつも使っているミリタリー感のあるアイボリーっぽい色も入ってたり、緑もミリタリーカラーで使えるような色がいくつか付属しているので、ジオン系モビルスーツの塗装にも良さそうです。というわけで塗装が終わったので、ここから仕上げに移っていきます。よしほび。仕上げ。まずは塗膜保護のために一旦ここでトップコートを拭きます。今回は水性アクリル塗料なので水性プレミアムトップコートを使用しました。ここでのトップコートは艶消しではなく光沢タイプを使用するのが肝心です。塗装用の持ち手は割り箸に目玉クリップを輪ゴムでくくりつけたもの、そして持ち手スタンドは100均で売っているような猫の爪研ぎとか発泡スチロールでも OK です。乾燥したら墨入れを行います。
墨入れとはプラモデル表面のパネルラインという線に塗料を流し込んであげることで線をくっきり表現する技法です。今回使用するのはガンダムマーカー流し込み墨入れペンです。線をなぞるわけではなく、このようにポツンとペン先を線に置いてあげるだけ。毛細管現象を利用して塗料が流れ込んでいくって感じです。乾燥したら消しゴムで消せるみたいなので消してみましょう。ゴシゴシ。消えない。まだ焦る時ではない。ラッカー溶剤は塗装面が溶けそうなので、ジップオイルを染み込ませた綿棒でこすってみます。これならさすがに。後から調べてみましたが、ガンダムマーカーはアルコール系の油性ペンなので、それが水性トップコートに染み込んだために消せなかったのではないのかと推測します。仕方ないので、はみ出て目立つところはアートックスのアクリルマーカーでリタッチしてもう一度トップコートを塗装しました。泣く泣く普段使っているエナメル塗料で墨入れを行いました。エナメルブラックをジップオイルで混ぜたものを流し込んで、乾燥したらジップオイルを染み込ませた綿棒で拭き取りました。事前のリサーチや知識が足りなかったですな。なんたる深く。気を取り直してデカール貼り。必要なものは水転写式デカールとカッター、ティッシュが少し沈むくらいに水の入った小皿に。やりづらいかもしれませんが、ピンセットがなければ毛抜きでも OK です。あとは綿棒ですかね。水転写式デカールは台紙に糊がついているので、しばらく水につける。少しデカールが浮いて台紙で滑るような状態になったら、台紙から離して貼りたいところにデカールをのせる。その後に少し水を含ませた綿棒で軽く撫でて、空気や水分を押し出して密着させるようなイメージです。パーツの表面がデコボコしていた場合、デカールとパーツの間に空気が残って白っぽくなってしまいます。これをシルバリングというのですが、光沢のトップコートを吹いておけば、パーツ表面のデコボコが減ってデカールとパーツがより密着しますので、これも防げるってわけです。小皿にティッシュを入れている理由ですが、水に浮かせたデカールはピンセットで取るときになかなかつかめないので、ティッシュから水分を吸収させるイメージです。これならデカールもつかみやすいですね。完成まであと少し。艶消しのトップコートを吹きつけて重厚感を出していきます。トップコートはパーツ表面の塗装やデカールの保護だったり、全体の質感を均一にしてくれたりするので、仕上げにはマストで行いたい作業です。あとは細かいところにメタリックのマーカーを塗って組み立てに移りたいところですが、ここでもハプニングが。ご覧のようにパーツ表面がデコボコになってしまいました。トップコートの缶をよく振らずに吹きつけたことで塗装にムラができてしまったので、追加で吹きまくってたら足りなくなってしまい、模型屋さんも遠いので買いに行くのを怠ってラッカー系の艶消しを吹いた結果、このようなことに。塗料にも溶剤の強さがあり、食いつきが圧倒的にいい分、ラッカーは水性より溶解力が高い。ラッカーの強い溶剤が下地の水性塗膜を溶かして侵食し、乾燥する際に引っ張られ合って表面がしわしわデコボコに縮んでしまう。これを縮みっていうみたいです。考えれば当然っちゃ当然なんですが、完成目前で判断力が鈍ったか。急がば回れ。プラモデル制作では最後の最後に魔物が潜んでいます。皆さんはこれを見ているので大丈夫だと思いますが、完成目前では焦らずにゆっくり作業しましょうね。それでも艶にムラがあったものだけで、ラッカーを吹いていないその他のパーツは表面が滑らかでめちゃくちゃ綺麗なので良かったです。さて、もうこうなるとどうしようもないので、このまま完成させちゃいましょう。各バーニアスラスターや膝のシリンダーなどメタリックが映えそうなところをアートックスのシルバーなどで塗装して最終組み立てへ。よしほび。組み立て。いつものことですが、今回も最後に立て続けにミスの連発。失敗できないって強く思ったり、初めてのことをしたり、完成を急ぐ時ほどこういうミスが起こりがち。
気にしすぎるとかえって燃え尽きて完成しなかったりする。だからこんなもんでいいやくらいがちょうどいい。完成させるっていう成功体験がさらに上達したいという意欲に変えてくれる。その積み重ねで必然的に妥協のレベルも上がっていくから上達につながる。だからやめられないんですよね、プラモデルって。なので今回のようなミスであっても不格好さはあれど、これもこんなもんでいいやぐらいでいいと4時ホビは思います。というわけでエントリーグレードニューガンダム完成です。それでは塗装前の状態との比較をご覧ください。いろいろありましたがかなりかっこよく仕上がったでしょう。フレームはほとんど成型色ではありますが、ここまでの広範囲を筆塗りしたのは初めての経験。アートックスのアクリルマーカー持ち前の隠蔽力のおかげか、塗装ムラもあまり目立たないし、細かく色分けしたいなんて時でも手軽に塗れるので、かなり作業がはかどりました。このスケールを1体塗ってもまだインクの残量は余裕ありそうですが、アートックスのアクリルマーカーは単体での購入も可能とのことですので、よく使う色は複数買っておいてもいいかもしれませんね。そして今回ご紹介した120色セット、これだけの色があればガンプラだけではなくていろんなものを塗ってみたくなるワクワク感もありますね。これはいいものだ。今回使用したカラーレシピは概要欄に記載がありますので、これからアートックスアクリルマーカーを購入される方もすでにお持ちの方もぜひチェックしてみてください。さらに今なら期間限定の 10% オフ、クーポンは概要欄に記載されてますので合わせてチェックしてみてくださいね。ということで今回の動画は、この夏休みにガンプラ塗装デビューをしたいという方へ向けた筆塗りハウトゥー動画でした。偉そうにハウトゥーとか言ってますが、ヨジも筆塗りの経験だったり水性塗料の知識があるわけではないので、やらかしまくりで参考にならなかったかもしれませんが、楽しんでいただけましたでしょうか。ちなみにツールがエアブラシに変わろうが、大まかなガンプラ製作の流れは大体同じですので、この流れさえ分かっていれば応用してどんどんガンプラの改造もできちゃいます。ぜひ皆さんだけの作品を量産してヨジにも見せてくださいね。そして今年はヨジーズホビールーム5周年、抽選で1名様へこの動画で制作した完成品のエントリーグレードニューガンダムをプレゼント。リアルグレードニューガンダムの制作動画から始まり、5年目の今完成目前まで控えた現在進行中のマスターグレードニューガンダム、何かと縁を感じる機体なのでプレゼントするキットとして今回の動画用にチョイスしましたが、やらかしまくったのでさながら特級呪物5本記念品として飾っていただけると大変嬉しいです。応募条件は概要欄からチェックしてくださいね。どしどしご応募お待ちしております。おお、これめっちゃ行ってみたかった。それでは今回の動画が面白かったなと感じた方はグッドボタン、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録の赤いボタンとベルマークの通知チェックを、そしてハイプボタンも押しまくってぜひヨジホビを応援してもらえると大変励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See ya!
ヨジーズホビールーム。